はい、皆さんおはようございます。今日は、3月の、9日、8日の日曜日なんですけど、これから、ちょっとね食器を買いに鎌倉駅の方に向かいたいと思います。こんな感じでもう、すっかりね春の陽気になってきて、私はコートを着なくても、十分暖かいくらい、の天気です。ちなみにこのふわふわの上着はお母さんが、貸してくれたものになります。はい、お母さんがねいらないからこれいいよって言って、とりあえず暖かそうなので着ています。はい、これはね、ここもね鎌倉の、ちょっと待って、ここも鎌倉の海なんですけど、坂の下というエリアになります。この辺りはねサーフィンとかのレンタルができるところも多かったりとかして、あと古民家もすごい多いエリアになっています。前まで住んでいた、稲村ヶ崎からも、遠くないんですけど、もうちょっとこう鎌倉駅寄りになっています。よいしょ。今日はそんな坂の下のツアーも兼ねて、今動画を回しています。こんな感じでね、かなり小さい、道が多いのがこのエリアの特徴かなと思います。あと建物もね、かなり100年ぐらいの古民家が多いのかなって思います。なかなかね鎌倉で古民家の物件を見つけるのは難しいと思うんですけど、時々売られていたりもするので、気になる方はねぜひ探してみることをお勧めします。はい、日曜日なんですけどね、結構静かというか穏やかな雰囲気ですよね。今日はなんかお魚の匂いする。めっちゃここは酸っぱいになってますね。今日はこの後食器を買いに行くのと、できたらね無印良品に行って、雑貨をね買いたいと思っています。まだまだね新生活に必要なソファーとかね家具とかがないので、それを揃えたいのと、あとは食器も、随分ね減ってしまったので、引っ越しに伴って減ってしまったので、それをね買いたいなと思っています。食器がないとねちょっと本当に料理できないので、料理するモチベーションも起きないので、何か可愛い食器を買いに行きたいと思っています。本当にもう春がねいよいよ近づいてきたなっていう感じなんですけど、ちょっとね別の動画でもうこの時期だからこそ見れる鎌倉のね風景の動画も、上げたいなって思っています。まだまだ3月4月とねツアーの、予約が入っていない日もあるので、気になる方がいたらぜひ、メッセージメールのね、ダイレクトメールで、お問い合わせいただければと思います。こんな感じでとにかくね大仏の方に向かっていきたいと思います。日曜日なんですけど、結構比較的人は少ないですね。もう昼時なので通常だったらもっと混んでるんですけど、ちょっとね連日寒い日が続いたので、もしかしたら、今日はね鎌倉に行くのやめようって思った方もいるのかもしれませんね。ここはビーガンカフェになります。時々コメントとかでビーガンなんですけど食べるもの鎌倉にありますかっていう風に言ってもらうことあるんですけど、鎌倉にもビーガンのお店は結構あります。私の友達がビーガンマップを作っていて、日本中のねビーガンのお店を Google マップに、表示させられるやつ保存リスト作っているので、ぜひね気になる方がいたら教えてください。はい、というわけでね、今長谷駅の前を通っています。
一旦ねカメラはここで切って、次ね食器屋さんのところで回したいなって思ってるんですけど、今日買いたいちょっとね食器屋さんの中で喋れるか分かんないので今言うと、今日買いたい食器はお茶碗と、お味噌汁のお茶碗、そうご飯茶碗とお味噌汁の茶碗と、あとは小さい小皿、なんだろう、お惣菜というか、お惣菜野菜とかね煮物とか入れるような小さいお皿と、あとはなんだろう、ティーカップっていうのかな、あとそうだ、お椀っていうのかな、丼とかに使えそうなやつを買いたいと思っています。そうだね、お客さんが来るかもしれないから2つずつ買ってもいいかもしれないし、もしかしたら2つ足りないかもしれないので3つ買ってもいいかもしれないんですけど、ちょっとね予算に合わせて買い物したいと思います。はい。あとはね、ちょっと今本当に部屋のねインテリアをね決めかねていて、どうしたらいいんだろうってすごい困っているので、何かねこう鎌倉でアンティークのお店とかももしあれだったらちょっと覗いて、どんな家具があるのかみたいな見たりとか参考にできたらいいなって思っています。はい。無印良品で買うものなんかあったかな。何買おうと思ってたんだっけ。あれか、猫ちゃんのコロコロとかかな。まあでもそれはあんまり重要じゃないので、まあいいかな。無印良品に行くのはもしかしたらやめちゃうかもしれません。はい。ここのね道めっちゃ好きなんですけど、すごいのんびりしてますよね。鎌倉っぽい道というか。というわけで、お店に着いたらまたカメラを回したいと思います。もうすぐ、食器屋さんに来るのでカメラを回していきたいと思います。ここは、鎌倉駅のおなり通りの近くですね。ほんとすぐそこが駅になっています。
これからちょっとねいくつかお皿を開けたいと思います。よいしょ。こちらが購入品です。じゃーん。よいしょ。じゃあとりあえずこれからいこうかな。軽そうなので。こちらはですね、じゃん。お味噌汁のね、お茶碗ですね。これすごいのが、定価が4500円ぐらいの有田焼なんですけど、それが、1000円ちょっとで買えました。はい。で、食洗機も使えるらしいです。一応全部のお皿を2つずつ買っています。っていうのも、本当は3つ買いたかったんですけど、ちょっと3つ買うお金がないのと、3つってなんか私友達がすごい少ないので、基本的にうちに来るとしても1人だと思うんですよ。なんかグループで仲いい友達がいないので、って考えると、もし仮に3つ必要なシチュエーションって私の両親が来る時とかなんですけど、でも両親が来てご飯をうちで食べることってなんかまずないかなって思って、どういう状況って感じなんですね。ぶっちゃけ。なので、そう、3人のシチュエーションがちょっと考えられなすぎて、で、買ったのがお茶碗と、その、汁碗っていうんですか、これ。汁碗？味噌汁のお茶碗なので、まあ、それって、結構ベーシックだけど、意外とその、頻繁には使わないのかな。だってうちに泊まるたりとか夜ご飯食べるっていうケース以外ないじゃないですか。でそれ以外だったら別に鍋とかさ、たこ焼きとか別にそういうお椀いらないじゃないですか。なので本当に必要最低限、もしかしたらモンチの分2人分2人分買いました。1人だとさ、本当にね、なんかお客さん来た時に本当になんかごめんなさいって感じになっちゃうので、さすがにちょっとね、2人分にしておきました。で、これが、じゃじゃーん。コップですね。かわいい。めっちゃかわいい。じゃん。で、こっちも同じブランドなのかな。いや、ワンチャン違うブランド説もある。でも、一緒だよね、多分。はい。これも同じ。はい。同じコップになっています。これはね、なんかマグカップにも使えるし、なんか小さいさスープ、ちょっとしたスープとかも入れられそうなので購入しました。今回はね、結構なんか色の可愛い器をね買おうかなと思って。っていうのも私が持ってる器って大体色が暗いんですよ。で、まあやっぱ色が明るい方が食事も映えるし、あとはなんだろう、そのおかずとかはさ、ベーシックな器の方が汎用性あるけどさ、ご飯とかお味噌汁ってさ、もうなんか色って大体なんかこう地味な色っていうか、ご飯だったら白だし、味噌汁だったら大体茶色いわけじゃないですか。だからなるべくそのね、そういうのの器だけは可愛くした方がいいかなと思って、ちょっと色の可愛いのを買いました。あとはこちらは、はい、じゃじゃーん、お茶碗ですね。はい、これはね意外と地味なんだけど、でもお茶碗ってご飯が白いから、基本的に白くなければ何色でも合うのかなと思ってて、これもちょっとなんか日本っぽい感じの2つね。もうこれは自分が使いたい時に気分に合わせて2つちょっと違うのをあえて買ってみました。普通だったら同じのを買うと思うんですけど、なんか違うの買った方がさ、
自分の気分で今日はこっちにしようとかできるじゃないですか。それいいなと思って。あとこれめっちゃ欲しかったやつじゃーん。これは実家にあった器で、なんかこうお蕎麦とか、あとはなんか海鮮丼とかさ、なんとか丼作る時に、今までもそういう丼の器あったんですけど、なんかちょっと白いし口が大きすぎてこう飲めないというか、スープ飲みたい時とか飲みづらいなって思ったので、これずっと欲しかったのでこれ買いました。これ一番今回のお目当ての品かもしれません。はさみ焼きって書いてある。多分この中で一番、でも定価だったらお茶碗白あんだけど、普通にセールの値段で一番高かったのはこれかもしれません。ちょっと高いです。でなんかそういえば思い出したんですけど、時々ねコメントでなんか、あなたは家賃14万円のところに住んでいてインフルエンサーってお金稼げるんですねみたいな風に言われる方いるんですけど、なんか稼げる稼げないは本当に人それぞれだと思うし、私は別にすごいこうなんかチャンネル登録者が10万人とか100万人とかいるわけじゃないので、別になんかそんなにすごい稼いでるわけではないんですけど、ただなんかこれ会計士的な話になっちゃうんですけど、なんだろう、会社に所属していないので、例えば家賃とかっていうのは経費にできるわけじゃないですか。でどうせさ税金払わなきゃいけないのであれば、皆さんも会社に勤めてるから気づいてないだけで税金払ってるわけじゃないですか、普段から。でもなんだろう、個人事業主なのでその分費用にして、税金を減らせるっていう風な考え方もできるのかなと思ってて、なんか自分のその将来の目標というか、今コンテンツクリエイターをやってる理由っていうのは、別になんかそのお金持ちになりたいからとか、なんだろう、高級バッグ買いたいからとか、みんなに自慢したいからとか、承認欲求があるからとか、そういうことじゃなくて、本当にその自分がやりたいことだけをやって人生を生きたらどうなるのかなっていうのを、普通にシンプルに知りたいなって思ったっていうところと、あとはやっぱりその日本に興味を持ってくださる方がいらっしゃるので、そういう方たちに日本の生活っていうのを発信できたらいいなっていう風な、その2つしかないので、正直なので、なんか別にその全然私は言ってもらって構わないんですけど、ただなんか自分としては別になんか稼いでるとか稼いでないとかそういう話をしたいわけじゃなくて、ただ日本に住んだらだいたいこれぐらいの、金額でこういう家に住めますよとか、これぐらいだとやっぱこれぐらいの広さですみたいな、なんか本当にありのままを伝える方が、なんだろう、なんか別に本当に自分が自慢したいわけとかではないので、なんかあんまりそういう風に言わないでもらえたら嬉しいなって思いました。でもね、コメントするのは個人の自由だと思うので全然構わないんですけど、ただね、なんかやっぱり私コメントほとんど見ているので、時々そういう気になるコメントがあると、なんかやっぱそういう風に思う人もいるんだなって思って、ちょっとだけ悲しい気持ちになったりします。はい。でもその器とか、これからインテリアとかも決めたいんですけど、そういうのも含めて、なんか自分は別に今年この1年貯金できなくても構わないと思っていて、でも持続可能で、自分がその好きなことをして生きるっていうところに、やっぱフォーカスしています。で器だって別に100均で揃えることだって全然できますし、100均でもすごいいい器って全然あると思うんですけど、でもなんか逆にその自分がじゃあなんでその食器屋さんに行ってわざわざ器を買ったか、ネットで注文しないで買ったかというと、やっぱりそのなんだろう、自分もまだまだ日本の文化のことを完全に知っているわけじゃないんですけど、なんかやっぱ器っていうのも一つの日本の文化の中で、本当に選ぶのすごい大変だったんですけど、なんかたくさんの器がある中でいろんな作家さんたちがこうやって作ったもの、ある意味芸術というかアートというか、そういうものじゃないですか。でそれをなんか直接目で見て、これをこういう風に机の上に置いたらどうなるんだろうとか、そういうのを考える時間もすごい楽しかったですし、あとは
なんかその自分が今後料理とかの発信をしていく中でやっぱりその皆さんがなんか日本っぽくていいなとか、やっぱ日本の器っていいなっていうふうになんか思ってもらえればいいのかなって思っているので、今回は少し高いんですけどちゃんとしたねなんとか焼きみたいな、それぞれ地域によって日本の器ってその特徴とか絵柄とか、本当焼き方とか全部違うんですけど、ちょっとそういうのをね買ってみました。で器はまだまだ勉強しないといけないんですけど、これからもねなんか買ったら皆さんに紹介していきたいなって思ってます。ちなみに今日行ったその若宮っていう、食器屋さんはいつもセールしてるんですね。今回もこれで言ったら4500円のものが1500円で売ってたんですね。3分の 1？ やばいですよね。めっちゃ安いじゃないですか、普通に考えたら。これはすごい多分物がいいんだと思うので、ちょっと4500円は出せないんですけど1個でも1500円だったらこれをさ、もうこれから例えば、最低3年間毎日使いますって言ったら1500円で毎日だったら1日1円じゃないですか。それを多いと捉えるか安いと捉えるかっていうのは人それぞれだと思うんですけど、私はこれを買ってよかったなって心から思っています。はい、すいません、ちょっと長々と話してしまったんですけど、今回は、私がどういう思いでそういう金額的なところを言ったりとか、あとはなんて言うんだろう、皆さんに何かを紹介してるのかっていうところを伝えたかったので、それを話しました。はい、全然ね自慢したいからとか、そういうわけじゃないのでそこは誤解しないでいただけたら嬉しいなって思います。本当に日本のね器めちゃくちゃ綺麗じゃないですか。ここにご飯入れたらどうなるんだろうってすごい楽しみです。このねコップとかもさ、結構動画だと伝わらないと思うんですけど、飲み口が薄くて、やっぱりその海外のマグカップとかっていうのは器によるのかな、こっちは比較的厚めなんですけど、それでも持った時にこの手触り感とかめちゃくちゃやっぱ買ってよかったなって思いました。これもね蓋付きだしパカッて普段は多分こうやってこのまま使うと思うんですけど、お吸い物とかそういうの時には蓋をして使おうかなって思っています。はい、というわけでね、今日もね動画を最後まで見てくれて本当にありがとうございます。これからまた料理動画も再開したいと思っているので、ぜひ楽しみに見ていただけたら嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。